パソコンを見るときは、部屋を明るくして離れてみてくれよ。下の赤いボタンをクリックして、LIKE を残して、そしてコメントをお願いします。夕方6時はグダグダ、やっぱりどうでもよきかな。夕方6時はグズグズ、明日もどうでもよきかな。タモさんアワー、笑ってよきかな。はい、笑ってよきかな増刊号では、月曜メンバー近藤くん、土方くん、沖田くん。はい。火曜メンバー山崎くん。なんで俺だけ火曜日、新選組月曜に固まってるじゃないですか。水曜メンバーさっちゃん。真ん中こんもり水曜日担当のさっちゃんです。木曜メンバー斉藤くん。じゃ起きて。斉藤くん起きて。まあいっか。金曜メンバー新八くん、かぐらちゃん。よろしくお願いします。よろしくあるよ。そして坂田くん。待て待て待て、各曜日のメンバー構成めちゃくちゃ偏ってんぞ。特に木曜大丈夫か。気にしない気にしない。笑ってよきかな。あ、忘れてた。新生よきかな中年隊は長谷川泰造です。徳川重重だ。松平片栗粉だ。早速コーナーです。いや、さ、いつも木曜どうやって進行してんのねえ。こんにちは。こんにちは。始まりましたね、増刊号。そうですね。皆さんは元気ですか。そうですね。ガリガリアイスはソーダ味ですね。コンポタも一瞬いいかと思ったけど、やっぱりソーダ味ですね。はい、それじゃあ最初のゲストは昨日のおずらさんからのずらつながりご紹介、ずらさんです。どうぞ。裏じゃないカツラだ。桂くんね、おずらさんから留守電でメッセージもらってますよ。何？そうか、それはありがたいな。聞いてみましょう。ありがとうございます。おずらさんありがとう。いやー、桂くん愛されてるね。いや、これだけ？いやいや、まだあるよ。おずらさんありがとうございます。いや、これ明らかにさっきの使い回し。違う違う、そんなわけないでしょ。ねえおずらさん。ありがとうございます。完全に使い回しだろうが。違うよ。じゃあおずらさん、好きな魚は？マスね。マスは美味しいよね。塩焼きとかね。で、普段は何敷いて寝てるの？ゴザね。ゴザいいよね。ザラザラが肌に突き刺さって。いや、これ収録済み音声勝手に編集しすぎだろ。大丈夫なのか？ゴザのザラザラといえば、あれ？桂くん髪ズラ？ズラじゃないカツラだ。そこは髪切っただろう。一旦 CM 入ります。山崎さがるです。山崎のアンパン祭り、今年はアンパンを食べた際、上顎にくっついた粒あんの皮を3枚集めてご応募いただくと、白いおしゃれなアンパンをプレゼント。さらにその白いおしゃれなアンパンを食べた際、歯茎にくっついた粒あんの皮を5枚集めてご応募いただくと、抱きアンパンをプレゼント。お次のコーナーはこちら。プロ先生、出番です。毎回なんかのプロに来てもらい、プロの技を伝授してもらうコーナーでさ。で、今回のプロ先生はこいつ、
高杉晋介で。高杉。この人ここにいて大丈なんかする素振り見せたらすぐさまぶっ飛ばすある。夫？いやそれもどうなのかな。このコーナー基本なんかやってもらう趣旨だよね。で、高杉先生は何のプロで？俺はただ壊すだけだ、この腐った世界を。ってことで、高杉先生には世の中の腐ったものをぶっ壊してもらいやす。何それ、どういうこと？まず最初は納豆。かもされてる。高杉先生はこっちの椅子にどうぞ。あ、先生、余計なことはしねえでくださいね。俺の初 MC コーナーなんで。腐った面近づけてんじゃねえ。ちょい、あの先生沖田さんの人生からぶっ壊しそうなんですけど。おいアシスタント、早く納豆持ってこい。うるせえ、俺に指図すんじゃねえ。なんでお前がアシスタントなんだよ。良きかな中年隊だろ。この番組のアシスタントは。俺だってなんでこんなことしなきゃなんねえのか知らねえよ。俺が回すコーナーでさ、俺の犬は俺が決めていいんですよ。高杉先生、いきなり納豆全部ぶちまけたぞ。そんでもってその納豆土方さんが頭からかぶった。さすが先生、見事なぶっ壊し方でさ。くそ、ちょっと待って、この納豆すっげえ臭いんだけど。お、気づきやしたか？実はその納豆は高杉先生のために特別に開発された納豆でさ、通常18時間ほど発酵させるところを出血大サービスで7日間発酵させてみやした。それ本当に腐っただけの大豆。てめえこっち来んな。やべえ、こいつ吐け。司会者がアシスタント蹴り飛ばした。つかなんか粘着質な音したぞ。メルある。年の体の周りを納豆の糸が舞って。綺麗。まるで天草クラゲの触手みたい。もしあの触手がギーさんの触手で、それが私の体の至るところに絡みついてると思うと、そんなに激しく押さないでギーさん。うせえ、変態女、俺に近づくな。うわ、サチャの上に納豆まみれのマヨラーが落っこちてある。飲める。これが金さんの粘液。ひっけえわ。それじゃあ次の腐ったもん。いやカメラの手前に納豆まみれの男女転がってたら視聴者気になって仕方ないでしょう。そういうコーナーなんで大丈夫でさ。さ、次のもの、アシスタントの土方さん持ってきてください。その土方さんが転がってんの。つかアシスタントこいつしかいねえの？あれ、土方さん、ちょっといつまでも休んでないでちゃんとやることやってください。俺はただ壊すだけだ。ほら、高杉先生も早く次の腐ったものを壊したくてうずうずしてやっす。そうか、てめえ。なんですかいその目。くせえアシスタント犬がコーナー MC に逆らうんですかい？アシスタント犬って何？てめえの腐った根性も過剰発酵させてやら。パンチの音も粘着質つうか遅っ。音と見た目に騙されると痛い目見るぜ。納豆の糸で視界が遮られて土方さんのパンチが見えねえ。オラ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 。何？耳と鼻の中に納豆の糸が入ってきて聞こえねえ、匂わねえ。まだまだ。口が、それに体中に糸が巻きついて。なんて攻撃だ。納豆の糸が五感を奪った。納豆そんな最強なの？とどめだ、そうか。納豆で滑って自爆したああ、だから食べ物で遊んじゃいけないって常日頃言ってるんですよ、土方さん。あれ、お前五感を納豆にやられたんじゃ。んなわけねえでしょ。全部演技だったあるな。おい、まさかこれで終わりじゃねえだろうな、腐れ MC。 ああ、終わりも何も
高杉先生が段取り無視してちゃっちゃとぶちまけていくからじゃねえですか。てめえ、どうやら本気で俺にぶっ壊されてみてえだな。ぶっ壊れるかどうか試してみますか。面白い。かかってきな。ああ、二人とも納豆で滑った。おいおい、どんどん滑っていってんぞ。スタジオの壁を突き破ってある。まずいよ、ここビルの8階。心配ね土方さん、無事だったんですか？え。ああ、納豆のおかげでな。それよりも手貸せ。奴らの体から伸びてる納豆の糸を手繰り寄せるぞ。よし。あちくさま、あと手ベタベタ。乗っては見たものの、納豆の糸なんてつかめるわけないやる。なの初めから分かってただろ。落ち着け。納豆の衝撃吸収力は羽毛布団の10倍。うまく納豆の上に落ちれば命に別状はない。あんた何言ってんの？いつからそんな納豆信者になった？あ、心配ち、スタッフがカンペを出してるね。早く読むある。助かった。なんて？打ち負けた腐ったものは出演者が責任を持っていただきます。ってそっちの心配？落ちた2人の心配は？まあ落ちちまったもんはしょうがねえよな。そうあるな。人間腹が減ってはまともな思考回路が働かねえっていうしな。まずは食うか。もうまともな思考回路持ってるの誰かわかんないんですけど。だったら銀さん、私の発酵した体を、じゃなかった、私の体で発酵が進んだ納豆をどうぞ食べて。だからそれただの腐った大豆になってんだろうが。ぬめる。金さんから飛び出た。ちげえっつってんだろうが。金さん冷たい。でもそこがいいの？はい、ここで一旦 CM 入ります。腰を入れて、もっと金さん。さっちゃん、一人で何やってるある？ CM に入るって言うから、その隙にそばでも打とうと思って。なんで銀ちゃんの名前を連呼してたあるか？それは銀さんの写真を見ながら打ってたからよ。そばはね、腰を入れて打つと美味しくできるから。ほら見て、この太くてぶっとい一本、これを噛み切らないように喉の奥に優しく入れて飲むように食べるのがそば通なの。っていうか、このやりとり思いっきりオンエアに載ってるけど大丈夫なのか？お次のコーナーはこちら、クリスマスさんカーニバル。毎回笑ってよきかなレギュラーメンバーのそっくりさんがゲストに来るコーナーです。出てきたゲストが本当に似ていたらクリソツ、似て非なるものだったら勘違いの札を上げてくださいね。勘違いと判定された場合、ゲストは血祭りに挙げられるルールです。今回は一体誰のクリソツさんが来るかな？どうも坂田銀時くんが性転換した姿、坂田銀子ちゃんです。来ちゃった。おめえはまさか銀子さんが来るなんて、これって夢の共演ですよね。さすがスタッフ渾身の迂回ルートある。いろんなもん歪めてきてあるよ。おお、あん時は俺自身も女になってたから気がつかなかったが、なかなか可愛いじゃないか銀子ちゃん。ありがとう。じゃあ2人へのインタビュー、しばちくんお願いしていいかな？はい。何から聞けばいいのかな？デコボコ卿への不平不満を聞くね。いきなり確信だね。まあでもそうだよね。銀さんはデコボッコ卿のせいで銀子さんになっちゃったんだもんね。そうなの。まあつっても久しぶりにいいもん見れたし触れたしな、あん時は。あとはそうだな。いたたたたた。どうしたの銀子さん？あの時のことを思い出そうとしたら古傷が痛み出しちゃって。古傷？お体にもがれそうになった左乳が痛む。思い出した。
あの時俺もおたえさんに騎乗位になられて胸をさわさわーっと。お姉上に馬乗りになられただけだろ。確かに答えの異常な性癖にはドン引いたな。あれが俗に言うおっぱいフェチってやつだよね。あんたたちの脳内変化にこっちがドン引きだよ。でもさっちゃんとかつくよちゃんがイケメンすぎてヤバかったよね。あれをイケメンと言うなら私は神あるな。川倉さんのはただの武将。だからデコボッコ教への不満っていうか、もともとの俺がちゃんとしてなかったっていうか、自分の不甲斐なさにちょっと反省。おいそこの俺、余計なこと言ってんじゃねえ。もしかして銀子さんって結構まとも？銀ちゃんとは思えない発言ある。男子化した女子たちにタジタジだったし、今でもあの時の男の子たちの活躍を思い出したら体の奥の方がストップストップ、ダメだよ、女の子がそんなこと言っちゃ。あれ、今舌打ちした？女で可愛く言ったらピーヨンはいらねえと思ったんだけどな。今の欲しかった。メガネ余計なところよく気がつくんだよな。ったくメガネはメガネらしく静電気でレンズに縮れ毛くっつかせてろっての。なんか急にめちゃくちゃ口悪くなってんですけど。心配ち、こいつやっぱり中身は銀ちゃんあるな。新八くん、コーナー終わっちゃうよ。ジャッジジャッジ。ああ、そうだった。じゃあ2人がどれくらい似てるか簡単なクイズでそのシンクロ率を確認してみますね。出された問題に対してどのくらい同じ答えを言うかでクリソツ具合が変わってきます。まずは1つ目の質問。実は銀さんは近藤さんのことを内心ある動物に似ていると思っています。さてその動物とは？何あるかそのポンコツクイズ。答えなんて一つしかないね。自分で言うのもなんだがそうだよな。では答えを同時にお願いします。せーの。野草秀夫。正解は野草ゴリラでした。待て待て待て、答えバラバラだったけど。つうか野草秀夫って誰？だってゴリコ野草してたし。ゴリラも基本野草だし。いやまあしたけども、道で出しちゃったけども。ちょっと松ある、今の答えおかしいね。そうだチャイナ、もっと言ってくれ。野草秀夫じゃなくて野草秀夫じゃないあるか。そっかおじゃなくて世が真実だってあるか。そんなさまつなことの真実とか言わないでくれる？つうか秀夫で合ってるよ。俺の知ってる秀夫のことを言ってるならば。野草ゴリコの知ってる秀夫って誰？俺だろ、医者でいろんなウイルス発見したって今野草ゴリコって呼んだ俺のこと。新八くん、そろそろジャッジ。はい、すみません。じゃあ今回のゲスト銀子さんは銀さんにクリソツか勘違いか、皆さんジャッジお願いします。クリソツ。クリソツね。ムカつく。ってことで